僕もともと塩分モンスターなんで、とりあえず味が濃い方が好きなんですよね。なんで多分普通のお店とかの味噌汁より多分普通の人が食べたら辛えなって思うんですけど、それがまた次の日になったりとか夜また冷めた時に冷や汁でもいけるんで、ちょっと味噌を濃いめに入れるといいかもしれないですね。あとは玉ねぎとか時間が経つと柔らかくなってくる食材入れるとあったかい時より作りたての時よりの違いが分かるんで、それはちょっとおすすめかもしれないです。はい。でも誰かになりたいなって思って生きたことがあんまり僕の中でなくて、憧れのアーティストとかもいないタイプの人間なんで、ちょっと難しいところはありますけど、でも本当にその人になりたいって思ったら、まあ見た目もそうですし、中身はなかなか多分ね、もう24年生きてきてこっから中身一気に変えましょうっていうのは多分人生的に無理だと思うんで、なんか少しでもなんかわかんないですけど、僕がした髪型とか服装とかなんかそういうところでよくインスタとかブログをチェックしてもらえるとまあ近くはなれるのかなとは思いますよね。でもあんまりなんか誰かになりたいなとかは僕は思ってほしくないなって思います。はい。リハ終わって例えば飯作るメニュー決めて、で食材買って帰って作って食べた後のなんか洗い物してる時に、なんか俺って一人暮らしで家事ちゃんとやってるわみたいな時が一番なんか幸せというよりなんか自己肯定感に浸れる時、優越感に浸れる時があるんで、なんかそういう時が一番幸せかもしれないですね。はい。まあ14歳ね、親はちょっと心配して多分言ってるのプラス、これから人見知りだったら美容師になるなって人見知りだったらできんよって多分言ってると思うんですよ。だからダメとかじゃなくて、あんた人見知りだからそこ直さんと美容師になれんよみたいな多分言い方をしてると思うんで、全然なんかそこは別に将来美容師になりたいんだったら美容師になるような勉強すると思うし、じゃあ多分それを多分質問でこうやって送ってくれるので、多分14歳の時にそれに気づけてるってめちゃくちゃでかいと思うんで、これから多分高校生になってバイトとかもするだろうし、そこでなんぼでも改善の余地はあるので、自分のやりたいことをやるというか、将来美容師になりたいんだったらなるっていうのは全然諦めなくていいと思います。はい。なんぼでもありますね。まあダンサー一人一人踊ってきたスタイルがちゃんとあって、それでパフォーマーになってるわけですけど、まあ、パフォーマーになってこうグループになった以上はいろんな人の、ね、ダンススタイルを吸収して踊んなきゃいけない時もあるし、って考えた時にルイとかの振り付けは、ルイってもともとポッパーでまあ分かりやすく言うとアニメーションダンスとかロボットダンスみたいな、そういうのは得意なんですけど、そういう人ってニュアンスの振り付けが多いですよね。なんか例えばいっちゃんとかだったらめちゃくちゃ綺麗にこう指をこう刺してこことかいうのだったりするのを、ルイはここでドンドンっていう音を取ってくださいみたいな、自分で取ってくださいみたいな感じでそういう言い方をするんですよ。だからそういう時に多分一人一人のこういうスキルがないと難しいし、そういう本当にメンバーそれぞれの色がめっちゃ出るなって思うので、メンバーそれぞれいろんなところで難しいポイントはありますね。毎回思ってるかもしれないですね。はい。えでも俺虫かもしんない。僕らは割とメイクするじゃないですか、 MV とか。そういう時はもう大体日焼け止めの化粧使ってるんで、もうすでに I already ですね。はい。あ、なってません。
なるほど。まあ結構 CA 家もかなりね評判良くて、でもなんか僕的には何本もコント番組みたいな感じでやりたいなと思ってて、でそこには僕だけじゃなくて、例えばいろんな人が脚本書いたりとか、こういう人のアイディアもらいましたっていうのをなんかやりたいっていうのもなんか密かになんか楽しみでもあるので、なんかそういった時にドラマ化っていう形ではないですけど、ちょっとコント番組的な感じでもしかしたらやるかもしれないなっていうのははいあります。俺がもうしっかりやってないみたいな言い方してるけど、まあ間違いない。今日も家出る3分前ぐらいに洗濯物一気に干して走って出てきました。本当にでもそんなもんですよ、一人暮らしなんてね。もう自分が生活に困らないレベルだったら貯めていいと思います。はい。